にちは、ゲームギークです。今回はスティールシリーズのプライムワイヤレスというワイヤレスマウスをレビューしていきます。プライムシリーズには有線の高性能センサーモデル、そしてワイヤレスモデルの3つが存在します。それぞれ値段が大きく違うので、自分に合ったモデルを見つけられるのもこのシリーズの魅力です。このワイヤレスモデルはそのプライムの中でもハイエンドモデルに位置します。早速その外観と性能について見ていきましょう。箱から開封していきます。まずはマウス本体。USB レシーバードングル。これは USB-C タイプですね。USB 延長アダプター。両方とも USB-C が刺さるようになっています。USB-C ケーブル。マウスに直接刺さるし、アダプターへも刺さります。あとはクイックガイド。投稿物は以上です。スティールシリーズプライムワイヤレスは 2.4GHz の低遅延無線で接続します。Bluetooth には対応していません。シェルはポリカーボネート ABS でマットコーティングです。遠目から見ただけではよくわからないんですが、とても細かい凹凸のテクスチャーが刻まれています。グリップ力は悪くありません。穴抜きされてなくて、どこを触っても一定のフィーリングなのがいいですね。シェル後方にはスティールシリーズのロゴ。これは光りません。サイズは実測で長さが 125mm、グリップ幅が 59.2mm、高さが 42.2mm です。重さは実測で 81.2g でした。交渉値よりも若干だけ重いかな。軽くもなく重くもなく、標準的な印象です。しっかり右に傾斜しているエルゴノミクスシェイプで、前方は丸みを帯びた形をしていますが、後方はちょっと角張ってるんですよね。右手の力を抜いてリラックスした状態で握ることができます。全体的に吸い付くように密着するので、かなり持ちやすいです。で、掴み持ちのフィット感も良くて、手のひらをシェル後方に密着させながら、しっかり左親指でサイドのくぼみを握ることができます。サイドはフラットめ、かつグリップ幅は太すぎないので、ホールド感があります。マウス自体が結構大きいので、つまみ持ちはちょっと持ちにくい印象で、可動域が狭いです。個人的にはかぶせかつかみがおすすめですね。ビルドクオリティはかなりいいです。どこを強く押してもきしむことはなくて、5クリックとかも発生しません。強く振るとサイドボタンがかすかに動く音が聞こえましたけど、気になるようなレベルじゃないです。バッテリーは最大で100時間の連続使用が可能です。これはね、かなりの長時間。ライティングオフでの話かなと思うんですけど、このマウスはスクロールホイールがちょこっと光るだけなので、オンでもあまり変わらないんじゃないかなと思います。他の競合のワイヤレスマウスの多くは、ライトオフで70から80時間くらいなので、バッテリー的には結構アドバンテージですね。ちなみにこのライト、ソフトでイルミネーションスマートモードというのがオンになっていると、センサーが反応している間は勝手にライトがオフになりますので、省エネモードとなります。で、さらに USB-C なので、15分の充電で40時間分のバッテリーを急速充電できます。これご飯休憩してる間にかなり充電できるので、たまに充電すれば全く心配いらないですね。バッテリーの減り具合をテストしてみようかと思ったんですけど、ソフトウェアを見ても残りの電池残量が数値でわからないので諦めました。これじゃあかなり大雑把にしかわかりません。センサーはピクサートとスティールシリーズが共同開発したトゥルームーブエアが搭載されていて、最大 DPI は18000です。エアロックス3みたいにリアセンサーってわけではないので、そこは改善されています。400CPI、800CPI、1200CPI でセンサーテストを行ったところ、いずれも綺麗な波形を描きました。本マウスは無線接続が非常に安定しているのが強みの一つです。デスクから2メートル以上離れて、かつ別の部屋で視認できないような場所に USB レシーバーを置いてテストしてみました。ほんの少しだけ波形の乱れは見えるものの、接続はかなり強いです。他の無線マウスだとポインターがぶっ飛びまくりますね。この無線接続の強さは本マウスを選ぶ大きなポイントの一つになります。マウスフィートは前方に2枚、センサー周りに大型が1枚、後方にブーメラン型のものが1枚貼られています。いずれも 100%PTFE で半透明な見た目をしています。滑りは悪くありません。エッジはちょっと角張ってますね。もう少し丸めてもよかったかも。リフトオフディスタンスの距離を調べました。LOD は 1.1mm でした。短くて優秀です。本マウスでは LOD の変更ができませんので、これで固定です。ボタンについて、まずはクリック音を聞いてみましょう。
メインボタンは従来のメカニカルスイッチじゃなくてプレステージ OM スイッチが採用されています。クリップのようなバネとネオジウム磁石を使って磁力で一定のクリック感を得られる仕組みです。また赤外線でアクチュエートするので応答時間も高速。クリック感はオプティカルスイッチにしてはかなりクリスピーです。程よい軽さで跳ね返りもちょうどいいです。浅めに持っても一定のクリック感。プリトラベルとポストトラベルはほどほどあります。高めの位置にあるサイドボタン、大きさは小さくて山折りしたように中央がやや鋭角なエッジになっています。高くて小さいし、ちょっと押しにくいかな。手前側はまだいいけど、奥側が特にマウスに埋もれている気がして押しにくいです。ラバーの弾力が強いスクロールホイール。回し心地は軽めですが、1ノッチがしっかりわかるタクタイルタイプ。クリックはかなり硬くて、ここをよく押す人は苦労すると思います。ラバーの感覚が強くて、押し心地はちょっと不思議な感覚。センサー左上の小さい丸ボタンが DPI ボタン。ちょっと押しにくいけど、頻繁に触るボタンでもないので、いいかなと思います。DPI は400、800、1200、2400、3200の5段階が設定されています。DPI を変更すると、ホイールのライティングが対応している色に変わるので、それで現在 DPI を判断します。ちなみにソフトウェアを使えば100単位で変更できます。左下は電源ボタン。上にスライドさせるとオフ、下にスライドさせるとオンです。汎用性が高く、急速充電にも対応している USB-C 端子。付属のケーブルは当然しっかり刺さります。特に上向きになるわけじゃないですけど、地面に接触することもないので特段問題なさそうです。無線接続に使う USB レシーバードングル。タイプ C な上に妙に大きいですね。変換アダプターをかませる場合はケーブル接続となります。ちょっとごつくなります。PC では当然使えますし、MacBook Pro でも動作を確認しました。PS5 に直差ししても Fortnite で動きました。SteelSeries GG というソフトウェアを公式からインストールして使用します。ボタン割り当ての変更、DPI ステージの変更、スリープタイマーの設定、ポーリングレートの変更、ライティング設定などが可能です。人によってはかなりフィットするシェイプの無線マウス。個人的にはあまり見た目が好きかって言われるとそうでもないんですけど、シンプルなので飽きにくいかもですね。シグナルの強いワイヤレスが強みで、さらにプレスティージ OM スイッチを搭載していて、応答速度を光で高速化しながらクリック感も残そうという試みをしています。メインボタンはいいけど、サイドボタンは小さくて位置が高いし、ホイールのクリックが硬すぎるのは微妙な部分です。タイプ C で充電も早いし、バッテリー持続時間も他社と比べてかなり長め。値段が定価税込み 16,800 円なのでしっかり高めですが、スティールシリーズの新しいフラッグシップマウスだと考えると妥当かも。かぶせ持ち、つかみ持ちでエルゴワイヤレス好きな方は結構グッとくるマウスかもしれません。ここまでご視聴いただきありがとうございました。他にもデバイスレビューを投稿していますのでチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画で。